眠させているパターンに糸をマッチングさせていきます。こんにちは、お手紙ヤギです。今回は買ったものの編まずに寝かせてしまっているパターンにラベリーの機能をフル活用して在庫糸をマッチングしたり、また糸のお買い物計画を立てていこうと思っています。皆さんは冬眠させてしまっているパターンっていくつぐらいありますか？私は今のところ購入して編んでないパターンっていうのが数えてみたら全部で7つありました。今回はその7つについて一つずつ糸探しをしていこうと思います。よかったらお付き合いください。それでは始めましょう。はい、ということでまずは全部さらっとパターン名と購入した時のエピソードをご紹介していこうと思うんですが、一つ目がこちらのタイニーリーブスセーター by オーギュストニット。こちら寝かせ歴が3ヶ月です。これ一番最近購入したパターンなんですけど、こんな風に全体的に透かし編みの木の葉模様の入ったプルオーバーです。このモヘアのふわふわした感じと透かし模様の組み合わせがすごく素敵だなと思ってリリースされてすぐに購入しました。なので糸の目星はつけてなかったので、涼しくなってきたら取り掛かろうかなっていう感じで今のところ寝かせている状況になっています。続いて2つ目がこちらターニングローズショール by ライナ K。 こちらも寝かせ歴3ヶ月です。ショールのパターンなんですが、このような波紋のような模様が斜めに入った三角ショールです。これが2色使いで色合わせでパキッとした感じにも優しい感じにもできる、結構普段使いしやすそうな模様もボリュームも程よい感じのデザインだなと思います。これは見つけた時にリリース記念でセールになっていたので、こちらも特に糸の目星はつけずに購入したものです。続いて3つ目がこちらポーセラインブランケット by ライナ K。 こちらも寝かせ歴3ヶ月です。このパターンは先ほど2つ目に紹介したターニングローズショールと同じデザイナーさんのパターンです。ターニングローズショールのリリースセールになっていた時にこちらもセールになっていて一緒に購入しました。こちらは真四角の結構大判のブランケットです。ブリオッシュの素朴な雰囲気の模様で可愛いなと思いました。続きまして4つ目がこちらシルフェ by ナターシャ・ホーンビー。こちらは寝かせ歴4ヶ月です。これはずっとお気に入りに入っていたパターンだったんですが、結構難しそうに見えたのでいつか編んでみたいなと思いつつ眺めているだけの状態が長かったパターンなんですよ。で、最近セールになっていた時に思い切って購入しました。三角ショールなんですが全体的にゴージャスな模様が入っていて、特にこの裾の方のテラコッタみたいな立体感のある模様が素敵で編んでみたいなと思っています。まだそんなに放置歴は長くないんですけど、この模様が映える糸を見つけたいなと思ってじっくり考えてるうちに気づいたら結構時間が経ってしまっていたというパターンです。続いて5つ目がこちらマグノリアブルーム by カミラ・バット。こちらが寝かせ歴8ヶ月です。このパターンもずっとお気に入りに入っていて、これは本当に編みたいなと思って前から糸を探していて、見つかったら買おうって思っていたくらいの購買意欲だったパターンなんですけど、ちょっと太めの糸なのでなかなかゲージが合いそうな糸が見つけられてなかったんですよね。で、これも少し前にセールになっていて、そのタイミングで糸がまだ決まってはいなかったんですけど、もういいやって感じで購入しました。そして案の定糸が決まらずにここまで寝かせてしまったという感じです。続いて6つ目がこちらグランプスリバイブ by イザベル・クレーマー。こちらから寝かせ歴がガクッと長くなって2年経っています。
こちらと次に紹介するパターンが一番長く寝かせてしまっているパターンなんですが、すごく使いやすそうなカーディガンなので編みたいなとはずっと思っているんですよね。なのになぜ編めてないかというと、この3色の色の組み合わせがなかなか決めきれずにここまで来てしまいました。あとこのパターンを購入した当時はまだあまり英文パターンに慣れてなくて、いくつか他のパターンで経験を積んである程度読み解けるようになってからチャレンジしたいなと思って後回しにしていたというのがあります。はい、そして最後7つ目がこちら、ビーガン by イザベル・クレーマー。こちらも寝かせ歴2年です。先ほどのグランプスリバイブと同じデザイナーさんのパターンで同時期に購入しました。こちらのパターンも同じく英文パターンにある程度慣れてから取り掛かろうと思って寝かせてしまっています。上下逆さにしても着られるっていう 2way の使い勝手がすごく良さそうなカーディガンなので、そろそろ編みたいなと思っています。ということで全部で7つの冬眠中のパターンをご紹介していきました。それではここからいよいよそれぞれ糸のマッチングをしていきたいと思います。はい、ということで早速パターンの候補の糸を探していきたいと思うんですが、寝かせ歴が長い順にやっていこうと思います。ということでまず1つ目はこちら、グランプスリバイブイザベル・クレーマーさんのパターンです。こちらが指定糸がどんな感じかというと、フィンガリング 100g400m の太さの糸で、素材はメリノウール 50%、コットン 50% という感じになっています。このパターンではまず自分の糸在庫という項目から探してみようと思います。パターンページのいろいろ項目が並んでいる中の真ん中ら辺にある自分の糸在庫という項目は、自分が持っている在庫糸から提案してくれるという項目なんですけど、ラベリーにあらかじめ持っている在庫糸を登録しておくと、その中からパターンに合いそうな糸を提案してくれるっていう感じになっています。ここで提案される糸はおそらく今までにこのパターンで作られたプロジェクトで使われた糸をもとに、自分の糸在庫に同じものが登録してあればそれが出てきているんじゃないかなと思います。ちゃんと調べてないのであくまで推測なんですが、はい、それを踏まえて自分の糸在庫でヒットしたのがこちらの3つでした。1つ目がこのイサガアルパカ1ガブストリックショールを編んだアマリ糸ですね。で2つ目がこちらのマデリントッシュのトッシュメリノライトという糸で、3つ目がこちら DMC のナチュラリネンという糸でした。それぞれすごくいい感じの糸なんですけど、残念ながらこちらのヒットした3種類は全て糸量が足りてませんでした。買い足して使うという選択肢もあるとは思うんですけど、今回はどれも残っている量が少なすぎるので、買い足しても新たに違う糸を買っても大して変わらないと思ったので、今度はちょっと違うアプローチを使ってこのパターンで作られたプロジェクトを見てみて、どんな糸が使われているのか参考にして探してみたいと思います。といってもこのパターンは人気のパターンなので大量のプロジェクトが存在していて、1個ずつ確認していくのはすごく困難なので、毛糸の手に入りやすさっていう点から日本人が作ったであろう日本語のプロジェクトに絞って見てみようかなと思います。パターンのページのプロジェクトのタブを開いて、上の方にある詳細検索というボタンをクリックすると左側にメニューが出てきます。そのメニューの中にあるいろいろな項目に絞ってプロジェクトを抽出することができるんですが、日本語のプロジェクトだけ表示するには、このメニューの結構一番下の方にあるその他の検索オプションという中から国という項目をクリックします。そうするとメニューが表示されるので、この中のジャパンを選択すると
日本語のパターンだけ絞って見ることができます。そうすると4件のプロジェクトが抽出されてきました。このプロジェクトで使われていた糸がレギアのプレミアムヤク4プライとかホルストガーのチチカカ、そしてイサガーのアルパカ1、この糸は自分の糸在庫でも出てきたこちらですね。そして、長谷川のハニーサックルとスタジオ F というメーカーの糸の引き揃えなんですかねっていう感じの糸が使われていました。画像を見てみてどれもすごいいい感じなんですが、個人的にいいなと思ったのが、レギアのプレミアムヤク4プライで編まれたものが個人的に色味が好みで、あとレギアの糸は日本でも見つけやすそうなのでいいかもしれないなと思いました。プロジェクトから探してみた結果はこんな感じでした。続いて次に自分のこの糸在庫の中から自力で合いそうなものをちょっと探してみようと思うんですけど、まず糸量が足りるのが大前提なので、このパターンで使う糸量を計算してみます。このパターンで編もうと思っているサイズが XL で、指定糸で XL のサイズの必要量がメインカラーが4カセ、コントラストカラーが1カセとなっています。指定糸は 100g400m ということだったので、換算してみると XL サイズではメインカラーが4カセ 400g の 1600m、 コントラストカラーが1カセ 100g の 400m が2種類ということになります。メインカラーとして使えそうなフィンガリングで 1600m 以上ある糸を検索してみると、こちらの2つがヒットしました。まず1つ目はこちら、これ工業誌で、マリアスケイトさんのアトンという糸です。こちらが番手から換算すると 100g620m なので、一応フィンガリングっていうジャンルには入ってるんですけど、ちょっと細すぎるかなっていう感じなんですよね。あとこの糸がこんな感じにテクスチャーがついてる糸なので、この感じもちょっとイメージとパターンのイメージと違うかなという感じがしました。で2つ目がこちらの浜中リッチモアですね。こちらはストレートヤーンで糸長的にも 100g460m ということでちょうど良さそうなんですけど、この糸は目星をつけてるパターンが他にあるのでちょっと保留にしたいっていう感じです。ということでここまで見ていった結果、このパターンには新たに糸を調達する必要がありそうだなと思ったので、お買い物計画を立てたいと思います。探した中でいいなと思ったのが、他のプロジェクトで使われていたレギアのプレミアムヤク4プライという糸です。この糸が探してみたらアサミーズヤンショップさんに取り扱いがあって、アサミーズヤンショップさんでの取り扱いが2024年7月現在で8色の展開がありました。こんな感じですね。この中から選ぶとすると、真ん中に配置されるコントラストカラーは鮮やかめの色合いのこちらの黄色とか、あとはこんなターコイズブルーをアクセントに使いたいなと思いました。それを基準に考えると、ベースともう一色のコントラストカラーはサイドが低めの7510番の色ですとか、ちょっと青みがかった同じくグレー味の7513番、この辺りがいいかなと思いました。ちなみに参考にさせていただいたプロジェクトでは、同じ7510と7513のカラーが使われていて、一番面積の少ないコントラストカラーは7511番という白っぽい色が使われてたんですけど、こちらの色は残念ながらアサミーズヤンショップさんでは取り扱いがなかったですね。
この配色がすごい完璧だなと思って真似したいなと思いました。続きまして2つ目、こちらのリーガン by イザベル・クレイマー、こちらについて糸探しをしていきたいと思います。まずはこちらの指定糸はライトフィンガリングの 50g230m、 100g に換算すると 460m のメリノウール 50%、 コットン 50% という素材の糸でした。こちらもさっきと同じく自分の糸在庫から見ていこうと思うんですが、こちらの4つが候補で上がってきていました。1つ目がさっきのグランプスリバイブでも候補に出てきていたマデリン・トッシュのトッシュメリノライトという糸ですね。で2つ目が、これはちょっとラベルが紛失してしまっているんですけど、リサイクルコットン100サレドという糸です。3つ目がアミリスのパレード。最後4つ目が、これもさっき1つ目のパターンでも出てきていたイサガーのアルパカ1という糸です。この4つが候補で出てきたんですけど、今回も全て糸量が足りてないです。このサレドに関しては未使用なんですけど、コーン1つしか持ってなくて、これはケイトというオンラインストアで以前購入したものなんですけど、そのお店で探してみるとこの同じ色のサンキストという色なんですけど、この在庫がまだあったんですけど、多分この発色だとロットが違うと結構色味が変わってくるんじゃないかなという気がしていて、なので買い足して使うっていうのはあまり気が進まない感じなんですよね。あとこの色でカーディガンっていうのもちょっと派手すぎるかなという気がしました。でこのアミリスのパレードは、300m ぐらい余ってるんですけど、これは買い足して使うっていうのはありかもしれないなと思ったんですけど、オンラインショップ見てみると在庫がなかったんですよ。ということで自分の糸在庫からは見つけられなかったので、このパターンも日本語で作られたプロジェクトを参考に見てみようと思います。パソコンの画面だと日本語のパターンがこれだけありますっていう風にここにボタンが表示される場合もあって、この表示の有無がどういう仕組みなのかよくわからないんですけど、このボタンが出てきた場合はこれをクリックすると一発で日本語のプロジェクトだけソートすることができます。このパターンでは日本語のプロジェクトだけでも結構数があったので、この糸いいかなと思ったものだけちょっと抜き出してご紹介してみると、ホルストガーのコーストとかイサガーのトリオ1とか浜中フラックス C といった糸が使われているみたいでした。ホルストガーのコーストとか浜中フラックス C は通販サイトでも結構見かけるので手に入りそうだし、コスパ的にも良さそうだなと思いました。続いて糸在庫でも合いそうな糸を探してみます。このパターンは編もうと思っているサイズは L か XL なんですが、必要な糸量は計算してみると、だいたい 1500m 以上あれば良さそうだったので、 1500m 以上あるライトフィンガリングかフィンガリングで検索してみました。でヒットしたのがこちら、さっきのグランプスとほぼ同じ条件なのでだいたい同じような結果が出てくるんですけど、一つ別のものもヒットして、それがこちらです。これが工業紙丸安ケイトさんで購入した工業紙のミルキーリリーという糸ですね。これがヒットしたんですけど、ちょっとこの糸はパターンの雰囲気と違うかなという気がしました。糸量的には足りていたんですが、自分の中でこれいいんじゃないかなと心当たりのある在庫糸が一つ思い浮かんでいて、それがこの湯沢屋さんのマンセルメリノクイーンです。これは、試しにスワッチを編んでみたんですけど、こんな感じ。
こんな感じです。予想通りゲージぴったりでした。で、編み地の雰囲気もパターンと相性が良さそうだなと思って、この糸いいんじゃないかなと思いました。ということで、結果的にラベリーの検索機能から外れたところで見つけた糸が一番合いそうだなってなったんですけど、この糸が実は糸量的に足りてなかったんですけど、あと1玉で量が足りるぐらいの糸量があったので、ちょっと丈が短くなる覚悟でとりあえず編んでみるっていうのもありかなと思いました。はい、ということでリーガンについては新たに糸を買わなくてもいいかなという結論に達したんですけれども、一つずっと使ってみたいなと思っていた糸がここまで探した中で登場していたので、2着目のプランとしてお買い物計画をちょっとだけ考えてみたいなと思います。その糸というのがこちらです。他のプロジェクトで使われていたホルストガーンのコーストという糸です。この糸が色展開がすごく豊富でずっと使ってみたいなと思っていた糸だったので、このホルストガーンのコーストの中から好みの色合いを探してみたいと思います。コーストは楽天とフュンさんっていう糸屋さんで取り扱いを見つけたんですけど、楽天の方はほとんど品切れ状態になっていたので、フュンさんのオンラインショップで取り扱っているカラーから探してみようと思います。個人的にはこのデザインだと秋口に着るかなと思ったので、落ち着いた濃いめの色合いが欲しいなと思っています。そうすると、例えばこのストーンヘンジという色とか、ムーアランドとか、あとマーリンあたりのブルー系やグリーン系のニュアンスカラーがいいかなと思いました。この辺の色合いが微妙な違いでたくさん展開しているので、この糸すごい選ぶのが楽しい糸だなと思いました。以上、リーガンについての糸探しでした。続いて3つ目はこちら、マグノリアブルーム by カミラバット。こちらの糸探しをしようと思います。こちらが寝かせ歴8ヶ月のパターンでした。このパターンの指定糸はライトフィンガリング 100g450m のウール 100% の糸と、あとはレースウェイトの、シルクモヘア、この2本を引き揃えてウーステッド相当の太さを出して使われているというパターンです。こちらもまずは自分の糸在庫から見ていきました。はい、ということで自分の糸在庫から提案されていた候補がこちらの3種類でした。まず1つ目がこのプラターロピという糸ですね。2つ目が、このガブストリックショールのキットの余りのイサガアルパカ1という糸と、こちらの、同じくイサガのスピニという糸ですね。こちらの3種類が候補に上がってきたんですけど、今回もまた全て糸量が不足していました。他の方が作ったプロジェクトから参考に糸探しをしてみたいと思います。これもまた日本語で作られたパターンだけ抜き出して見てみたんですけど、3件あって使われていた糸は、例えばイサガーシルクモヘアとイサガーアルパカ2とイサガーツビニの3本取りだったり、あとはこれはちょっと初めて聞くんですけど BC ガーンというメーカーの糸とドロップスキットシルクの引き揃え、あとは、ケイト雑貨ストアのプリンセスリリーという糸と60タイラントというモヘアとの引き揃え、こういった糸が使われていました。ケイト雑貨ストアの糸はコスパ良さそうですよね。この糸を見てみるとちょっと指定より若干細めなので、おそらくそれを補うために60タイラントというモヘア、こちらはちょっと太めのモヘアなんですよね。
がチョイスされているのかなと思いました。モヘアの方は今現在糸だけでは購入できないみたいなので、こちらのプロジェクトを参考にするとなると、代わりになるモヘアを探すのが少し大変かなという気がしますね。日本人のプロジェクトが少なめだったので、ちょっと他のアプローチでも糸探しをしてみようと思います。それが、糸アイデアというタブから探してみたんですが、このタブではプロジェクトで使用された糸の集計みたいな感じで候補の糸がいろいろと出てきます。それで見ていくと、こんな糸がアイデアとしていろいろ登場してきました。このパターンはたくさんプロジェクトができているので、糸アイデアでもたくさん候補が出てくるんですが、個人的に聞きなじみのある糸を抜き出してご紹介してみると、例えばフィンガリングの方ではドロップスエアー、ドロップスウィッシュ、マンチェロピー、プラターロピー、アラフォスロピーなんかがありました。モヘアではドロップスキットモヘア、ニッティングフォーオリーブソフトシルクモヘア、イサガーシルクモヘア、サンドネスガーンのシルクモヘア、ローワンのキットシルクヘイズといったラインナップがありました。はい、そしてこちらのパターンも糸在庫から自力でも探してみました。編もうと思っているサイズは L で、必要な糸量はおよそ 1800m でした。これは2本取りの合計で必要な量です。はい、ということで、そういった条件でヒットしたのが、まずレースウェイトでヒットしたのが、ちょっと画面に入りきってないんですけど、こちらのこれとかこれとかこの辺のこの4種類の工業紙のモヘアでした。この辺りのモヘアが12番手くらいなんですけど、指定糸だと手編み用の8番手ぐらいのモヘアを2本取りなので、12番手のモヘアを使おうとするとナバホ取りの3本引き揃えくらいでちょうどいい太さが出せるんじゃないかなと思います。で、2つ目がこちら。これも工業斬紙なんですけど、カシミヤの工業斬紙ということで、これは10番手くらいの太さなんですよ。なのでこれを使うとすると2本取りぐらいになるのかなと思います。はい、そしてフィンガリングの糸の方でヒットしたのがマリアスケートさんの工業紙のアトンという糸です。これはグランプスリバイブでも出てきた糸なんですけど、やっぱりこの糸テクスチャーがある糸なので、ちょっとこのパターンでもなしかなと思います。という感じで、糸在庫から自力で検索してみた結果がこんな感じでした。で、実は検索でヒットしてないけど合わせられるんじゃないかなと思い浮かんでいる糸がこのパターンでも一つあったので、試しにスワッチを編んでみました。それがこちらです。これいい感じじゃないですか。このスワッチで使ったのがこちらの、パピーさんのブリティッシュエロイカという毛糸にこの工業紙のモヘアを引き揃えました。それがこんな感じです。このブリティッシュエロイカっていう糸はアランウェイトぐらいで、全然指定糸と違う太さなんですけど、指定糸はフィンガリング2本取りなので、アランウェイトの糸1本取りでいい感じにゲージが出るんじゃないかなと思ってスワッチにしてみました。それでこんな感じでゲージもいい感じになりました。でちなみにこのブリティッシュエロイカの、うちにある在庫糸が 830m しかないんですよね。で、指定糸だと 1800m 必要だったんですけど、それはフィンガリング2本取りの合計の量なので、この糸だと多分 900m くらいあれば大丈夫かなっていう感じなんですよね。
でそれで70メーターくらい足りてないっていう感じです。なのでもう在庫プラス1玉ぐらいあればもしかしたら足りるんじゃないかなって思ってるんですけど、1玉足りないと結構丈を短くしないと間に合わないんじゃないかなっていう感じではあるんですけど、でもこのスワッチの風合いが結構思いのほかいい感じで気に入ってるので、とりあえずこの毛糸使い切りでどこまでいけるか編んでみて、足りなかったら買い足すっていう感じでもいいんじゃないかなと思いました。ということで、このパターンには在庫糸の候補が見つかったので、新たに糸を買わなくても済みそうなんですけど、こちらも探した中で前から気になっていた糸が1個登場したので、試しにその糸でもお買い物計画を立ててみたいと思います。その糸というのがこちらです。ドロップスエアーという糸です。ドロップスのエアーは国内でももしかしたらよく探したらあるのかもしれないんですけど、私が探した中では取り扱いのあるお店が見つからなかったので、海外通販のウールウェアハウスというウェブサイトで見てみました。こんな感じの取り扱いなんですけど、ドロップスエアーはアランウェイトなので、このブリティッシュエロイカのこのスワッチと同様で一本取りで編めるんだと思います。なので人気なのかもしれないですね。この糸で編んだプロジェクトがたくさんありました。こんな感じで色展開も豊富で選ぶのが楽しい糸です。でこのパターンは明るめの色でも可愛いかなと思ったので、パターン名になっているマグノリアの花のような少し黄みを帯びた白とか薄紅色のようなカラーでも可愛いんじゃないかなと思いました。例えばウィートというアイボリーっぽいカラーとかピンクサンド、ブラッシュ、この辺りの色味で編んだらどうなるかなという興味を惹かれました。あとドロップスのエアーで編んでるプロジェクトは引き揃えに同じくドロップスのこちらのシルクモヘアを使っている場合が多かったです。このシルクモヘアのカラー展開がエアーと似てるので組み合わせしやすいんじゃないかなと思います。例えばさっきご紹介したウィートにはマジパンであったり、ピンクサンドにはピンクパール、ブラッシュにはチェリーソルベといったここら辺が合いそうだなと思いました。ということで3つ目のパターン、マグノリアブルームの糸探しはこんな感じでした。はい、続いて4つ目の糸探しのパターンはこちら、シルフェ by ナターシャ・ホーンビー。こちらは寝かせ歴4ヶ月のパターンでした。このパターンの指定糸はローワンのフェルテッドツイードという DK ウェイトの 50g175m、 100g 換算すると 350m のウールがメインの糸になっています。このパターンでは自分の糸在庫の中からは何も候補が出てきませんでした。プロジェクトで探してみると、このパターンが2024年の2月にリリースされた比較的新しいパターンなので、プロジェクトもまだそんなに多くなくて、日本語で作られたパターンは1件しか出てきませんでした。でそのプロジェクトで使われていたのはチャッピーヤーンのシルキー薬レースとメイリーという、ちょっと私は初めて聞く糸なんですけど、レースウェイトの約 100% の糸が引き揃えで使われていたという感じでした。でさらに糸探しをしたいので、このパターンについても、糸アイデアのタブから見てみました。で糸アイデアでもやはりプロジェクトがそんなに多くないせいか、やっぱり指定になってるローワンのフェルテッドツイートが圧倒的に人気だったんですけど、ローワンの糸は日本でも比較的手に入りやすいので、そのまま素直に指定糸で編んでもいいのかなと思いました。他に使われてる糸もいろいろとあるにはあるんですけど、ちょっとちゃんと調べてないので何とも言えないですけど、日本で
手に入りそうな糸があんまり見当たらない印象でした。日本で買えそうな糸はイサガーのツイードとかカスケードヤーンのヘリテージソックとかイサガーアルパカ2っていうのがありました。この辺りだったらもしかしたら日本のショップでも取り扱いがあるかもしれないなとは思いました。はい、そしてこの糸でも糸在庫から自力でちょっと検索して探してみたんですけど、こちらのパターンが、指定の糸量が DK ウェイトで 1150m ということだったので、一旦その条件で検索してみたんですがヒットする糸がありませんでした。なので糸の太さの幅を少し広げてみて、スポーツウェイトからウーステッドまでの太さで検索してみました。それでヒットしたのがこちらの4種類でした。まずこれが工業紙のこういうブークレヤーンですね。ちょっとテクスチャーのついている糸で、同じく2つ目が工業紙のモールヤーンみたいな感じの糸ですね。これもちょっと個性的なテクスチャーの糸ですね。で3つ目がノロヤーンのシルクガーデンソックソロという糸。4つ目が湯沢屋のトラディショナルツイード、こちらです。この工業紙の2つはちょっとやっぱりテクスチャーがついた糸なのでパターンの雰囲気と合わないかなという気がします。でこのノロのシルクガーデンソックソロはすごいいい感じ、指定糸と同じ感じのネップみたいなところどころに色が入ってる糸なんですけど、これは編もうと思ってるパターンがすでにあるので使えないなと思いました。で最後のこの湯沢屋のトラディショナルツイード、これはスポーツウェイトなので若干指定糸より細いと思うんですけど、糸の表情が結構似た感じでかなり良さそうだったので、これはスワッチを編んでみました。それがこちらです。これかなりいいですよね。想像していた以上にいい感じでゲージもほぼ合っていました。ということで、このパターンはこの湯沢屋のトラディショナルツイードがかなりハマっていたと思ったので、新たに糸を買う計画はありません。そしてついでに言うと、もうキャストオンしました。ということで、4つ目のシルフェの糸探しはこんな感じでした。続きまして5つ目の糸探しのパターンはこちらです。ターニングローズショール by ライナ K。 こちら寝かせ歴3ヶ月のパターンでした。このパターンの指定糸はいくつかあるんですけど、一番初めに記載されているドロップスアルパカが 50g167m、 100g に換算すると 334m という感じのスポーツウェイトのアルパカ 100% の糸ですね。このドロップスアルパカをはじめフィンガリングからスポーツウェイト程度の太さの糸が指定になっています。でこちらのパターンもリリース間もないパターンということもあってか、プロジェクトもまだそんなにできてないので自分の糸在庫からは候補は出てきませんでした。ということでこちらもプロジェクトをチェックしたんですが、やはり数が少ないのであまりバリエーションがなくて、ドロップスアルパカ、指定糸になっているドロップスアルパカが一番多いみたいでした。ということでこのパターンではちょっと違うアプローチでさらに探してみようと思うんですが、それが一時保存というところから探すやり方で糸を探してみました。パターンページの右上の方にいくつか項目がある中の一時保存に追加というこちらをクリックすると別のウィンドウが出てきて、使用糸の項目の欄に在庫糸を使用というボタンがあります。こちらをクリックすると
パターンの指定になっているのと同じ太さの候補の糸がいろいろ出てくるんですけど、このパターンではスポーツウェイトの太さの糸がいろいろリストになって出てきています。このフィルター2というところで糸の太さを変えることもできます。今回はデフォルトの指定糸と同じスポーツウェイトの糸で探してみました。ということで検索した中でいいなと思ったのがこちらの2種類です。まず一つはこちらイトリコさんで購入した工業雑誌のボヤージュと名前がついたこちらの、ウールとかアルパカが混ざった糸です。もう一つはこちらの浜中さんのそのものロイヤルアルパカという糸です。このそのものロイヤルアルパカは糸量が足りてないんですけど、すごい柔らかくて気持ちいい糸なのでこのショールにすごいいいかなと思いました。こっちのイトリコさんの工業斬糸の方は糸量的には足りてるんですけど、このパターン2色使うんですよね。なのでもう1色他の色を揃えないといけないんですけど、この糸はイトリコさんのオンラインショップで探してみたらもうすでに在庫がありませんでした。はい、ということで一時保存から探して見つけた候補がこの2種類だったんですけど、さらに糸在庫からも検索して探してみました。結構いろいろ出てきたんですけど、このショールに向いてそうで使う予定がまだないものをフィンガリングからスポーツウェイトで2色でそれぞれ900メーター程度必要になるんですが、その条件を満たす糸が2つありました。それがこちらです。まずこれさっきから何回か登場してるんですけど、マリアスケイトさんの工業斬糸のアトンというこういうテクスチャーのついている糸と、もう一つはこれも何回か登場してますが、湯沢屋のマンセルメリノクイーンというこちらの糸ですね。このアトンという糸はちょうど同じ種類で色違いで2色在庫があるので、指定糸の雰囲気とはだいぶ違ったちょっとテクスチャーのついた糸ではあるんですけど、どんな感じになるのか編んでみてもいいなと思いました。でもう一つのこちらのマンセルメリノクイーン、こちらは1色しか在庫がないので、これを使うとしたら別の色を買い足さないといけなくなるんですけど、サンプル画像の雰囲気により近いのはこっちの糸かなというふうにも思いました。ということで在庫糸からの候補の糸はいくつか出てきてはいるんですけど、いまいちそこまでピンとくるものがなかったので、このパターンについてもお買い物計画を立ててみようと思います。このパターンでは指定糸のドロップスアルパカでちょっとカラーパレットを考えてみたいなと思います。ドロップスアルパカもウールウェアハウスという海外の通販サイトで色展開を見てみました。こんな感じでこの糸も結構いろんな色展開が豊富にあるんですけど、私は、このパターンではモノトーンの組み合わせにしたらかっこよくなるんじゃないかなと思っているので、白から黒までのモノトーンのグラデーションの色展開を見てみました。それでこんな感じの組み合わせがいいんじゃないかなと思ったのが、例えば明るめの色合わせでオフホワイトとライトグレーパールミックスとか、暗めの組み合わせだとライトグレーパールとダークグレーミックス、もしくはもっとはっきりしたコントラストにしてもいいかなと思ったので、オフホワイトとダークグレーミックスあたりもいいんじゃないかなと思いました。以上5つ目のターニングローズショールの糸探しでした。続きまして6つ目の糸探しのパターンはこちら、ポーセラインブランケット by ライナ K。
こちらは、寝かせ歴3ヶ月の5つ目のターニングローズショールと同じデザイナーさんのパターンです。で、このパターンの指定糸はドロップスのカリスマ、同じくドロップスのリマという2つの糸が提案されてるんですけど、ドロップスカリスマの方は 50g100m ウール 100% の DK ウエイトの糸で、ドロップスのリマ、こちらも DK ウエイトの糸で同じく 50g100m ウールとアルパカのミックスの糸という2つの糸が指定で提案されています。このパターンもプロジェクトが少なめで、一時保存の方から糸探しをしてみようと思います。指定と同じ DK ウエイトで結構いろいろ出てきてたんですけど、糸量が足りないながらもいいなと思ったのがこちらの2種類です。一つはダイソーの、リサイクルポリエステルというこちらの糸です。で、もう一つが、これは60のマリアリリーっていう工業雑誌なんですけど、これも結構パターンと相性が良さそうだなと思った糸でした。で、買い足す前提でこの糸2種類を考えてみると、このパターンは2色使いでかなり大物で、メインカラーとコントラストカラーのそれぞれに 900m ずつくらい必要になってくるので、やはりコスパ重視で、このダイソーのリサイクルポリエステルが一番いいんじゃないかなと思いました。ということで、お買い物計画ですが、ダイソーのオンラインストアで色展開をチェックしてみたんですが、この糸は単色の糸だと6色の展開がありました。で、うちにはこの5番のチャコールブラックという色が一つあるので、それに合わせたコントラストカラーを選びたいと思います。例えばこの2番色のスモーキーピンクとか、またはこの6番のモーブなんかがいいんじゃないかなと思いました。温かみのある色合いで、コントラストもそこまでパキッとしてない感じのイメージで作りたいなと思いました。以上、6つ目のポーセラインブランケットの糸探しでした。はい、ということで最後の7つ目の糸探しのパターンがこちら、タイニーリーブスセーター by オーギュストニット。こちらは寝かせ歴3ヶ月のパターンです。こちらのパターンの指定糸がサンドネスガーンのチャンキーモヘアという糸だったんですが、バルキーの太さの糸で 50g135m 100g 換算すると 270m くらいの太さの糸で、モヘアがメインでウールとポリアミドがミックスされた糸になっています。このパターンも、比較的新しいパターンなので、プロジェクトがまだ2件しか作られていないこともあって、自分の糸在庫から提案されている糸は出てきませんでした。で、2件あるプロジェクトも写真が添付されていないプロジェクトみたいで、参考になりそうなアイディアが見つけられなかったので、一時保存から探してみたいと思います。ということで、一時保存から探してみた糸の中でこれいいなと思ったのがこちらです。これはですね、沢田イットさんのダリーというこんな感じの、これも指定糸と同じようなモヘアとウールとナイロンがミックスされたリリアン状の糸ですね。これがいいんじゃないかなと思いました。結構バルキーの太さでいろいろ出てはくるんですけど、指定糸と同じモケモケした雰囲気の糸となると、このダリーくらいしかなかったですね。試供品みたいな感じでいただいた糸なので、量が全然足りてなくてこれだけしかないんですけど、結構これが指定糸と近いものがあるのでいいかなと思いました。ということで、
このパターンで探して見つけた糸はこれぐらいしかなかったので、この糸を含めてちょっとお買い物計画をいくつか立ててみようと思います。まずこちらの沢田イットさんのダリーですが、通販サイトを見てみると、この糸結構もう廃盤になっている色が多くて、ちょっと選択肢が少ないかなと思ってしまいました。まだ購入できる色は在庫にあるこのホワイトとグレー、あとこのブラックとレッドはもう廃盤になってるんですね。あとはグレイッシュブラウンとかキャメルブラウン、ライラックという色がまだ購入可能みたいでした。この中から選ぶとすると、私はライラックが可愛いかなと思いました。で、他に合いそうな糸ないかなと思って探してみた結果、だるまさんのウールモヘアかパピーのユリカモヘアがいいんじゃないかなという感じに思いました。特にパピーさんのユリカモヘアが、色展開が豊富で、個人的にすごい好みなニュアンスカラーが揃っている感じだったので、ユリカモヘアの方でちょっと考えてみようかなと思います。ユリカモヘアの色展開、こんな感じです。すごい可愛いですよね。肌なじみも良さそうな色展開だなと思いました。結構どれもいい感じなんですけど、例えば303番のちょっとダスティーピンクっぽいピンク味のある色ですとか、309番のこのオリーブグリーンみたいな色も葉っぱっぽくていいんじゃないかなと思いました。以上、最後7つ目のタイニーリーブスセーターの糸探しはこんな感じでした。はい、ということで今回の動画は、買ったものの編まずに寝かせてしまっているパターンに糸をマッチングするという動画をお届けしました。参考になったよと思っていただけましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お手紙ヤギでした。